皆さん、こんにちは。本日は、税理士の権利と義務というテーマでお話しさせていただきます。税理士の仕事は、納税者の皆さんの税務をサポートし、適正な納税を実現することです。その職責は、税理士法によって定められていますが、実は、税理士の権利という言葉が、税理士法のどこに明記されているのか、疑問に思われたことはありませんか？本日はこの疑問を解き明かしながら、税理士の重要な権利と義務について詳しく見ていきましょう。税理士法は、税理士の職責を明確にするために制定されました。初期の議員提案では、税理士の権利として税務調査の事前通知や意見陳述の機会が挙げられ、義務としては秘密保持や信用保持が重視されていました。また、かつて存在した税理士の報酬の制限に関する規定は、平成13年、2001年の改正で削除され、現在は撤廃されています。これにより、税理士の報酬は市場原理に基づくことになりました。さらに、昭和45年には、税務に関する不服審査機関が、協議団制度から国税不服審判所へ移行しました。税務調査の通知は、税務観光所が納税義務者に対し、帳簿書類の調査日時、場所を事前に通知する際、代理権限証書を提出している税理士にも合わせて通知する義務です。平成26年、2014年の改正により、申告書を提出した納税者の同意がある場合は、納税者への通知を省略し、税理士への通知のみで足りるようになりました。複数の税理士がいる場合は、代表税理士への通知で足りるとされています。税務観光所の職員は、法第33条の2に規定する書面が添付された申告書について調査を行う際、納税者への事前通知前に、当該税理士に対し、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければなりません。この制度は、平成13年、2001年の書面添付制度の改正に伴い整備されました。意見聴取の有無は、その後の処分や裁決の効力に影響を与えないとされています。書面添付制度は、昭和31年、1956年に日本税理士会連合会の要請により創設されました。税理士が税務書類の作成に関与した経緯や計算整理事項を明確にし、税務に関する専門家としての社会的評価向上を目的としています。当初、税理士による監査証明の案もありましたが、最終的な監査は税務観光所が行うものとして見送られました。その後、昭和55年、1980年に全税目への対象を拡大。平成13年、2001年には様式改正と意見聴取制度との連携が図られました。書面添付制度は、納税義務者の委嘱を受けた税理士が申告納税制度の理念にのっとり、納税義務の適正な実現を図るとともに、税務行政の円滑化に資する趣旨から設けられました。また、他人が作成した申告書を税理士が審査し、適正であることを確認することも、納税義務の適正な実現に合致し、税理士の地位向上に資すると期待されています。しかし、現状では、制度の活用が期待されるほど進んではいません。税理士及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設置する義務があります。税理士法人の社員である税理士は、自己の事務所を設置することはできません。これは協業の禁止と責任の明確化のためです。事務所の定義は、外部に対する表示によって客観的に判断されます。税理士及び税理士法人は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の規則を遵守する義務を負います。この義務は、昭和36年、1961年の法改正により明文化されました。規則違反は、訓告や会員としての
権利停止の対象となり得ます。国税または地方税に関する行政事務に従事していた公務員が税理士となった場合、離職後1年間は、その離職前1年間に自らが所掌していた事件について、税理士業務を行うことが制限されます。この職の所掌の範囲は、関係法令や訓令によって判断されます。ただし、税務処理の指導監督のみに従事していた場合は制限を受けません。また、税理士が所在する地域に税理士が少ないなど、納税者の便宜や税務行政の円滑化のために必要と認められる場合には、国税庁長官の承認を得て、業務制限の例外が認められることがあります。税理士は、弁護士や公認会計士等の業務停止処分を受けている間、または報酬のある公職についている間は、税理士業務を行ってはなりません。平成26年、2014年の改正で、報酬のある公職の範囲が明確化されました。具体的には、国税または地方税の付加徴収に関する事務以外の公職で、他の法令などで税理士業務との兼業が制限されていない職は、この制限の例外となります。なお、国会、地方公共団体の議員の職や非常勤の職は、それまで通り、この制限の例外です。税理士または税理士法人が税務代理を行う場合、その権限を証明する書面を税務慣行書に提出する義務があります。この書面は、平成13年、2001年の法改正により、財務省令で定める税務代理権限証書に統一されました。この書面は原則として個々の税務代理行為ごとに提出が必要とされており、申告、異議申し立て、審査請求、または異なる年度の申告なども個別の行為とみなされます。提出を怠った場合、税務慣行書はその代理行為を拒否できるとする裁判例があります。税理士が特定の行為を行う際には、納税義務者から特別の委任を受ける必要があります。これには、不服申し立ての取り下げや他の代理人、副代理人の選任が含まれます。これらの行為は、納税義務者に重大な影響を与える可能性があるため、一般的な税務代理権限とは別に、明確な個別の委任が求められます。税理士または税理士法人の税理士が税務代理を行う際に、税務慣行所の職員と面接するときは、税理士証票を提示しなければならない義務があります。これは税理士が適法な権限に基づき業務を行っていることを証明するためのものです。この提示義務は税理士側に課せられたものであり、税務職員が提示がないことを理由に、面接を拒否する義務を課すものではありません。税理士または税理士法人が税務代理を行う際、税務慣行書に提出する申告書等を作成した場合は、当該税務代理に係る税理士が書類に署名しなければなりません。特に課税標準等に関する申告書や還付金請求書には、納税義務者本人の署名も合わせて必要です。所属税理士が署名する場合は、勤務先の税理士事務所または税理士法人の名称を付記する必要があります。なお、署名や押印の有無は、書類の効力に影響を及ぼさないとされています。税理士は不正に課税を免れたり、不正に税還付を受けることにつき、指示、相談、その他、これに類似する行為をしてはなりません。この義務は、税理士法人にも準用されます。税理士は、税務に関する専門家として、独立かつ公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図るという使命を担っているからです。これに違反した場合、税理士業務の禁止または2年以内の税理士業務の停止という懲戒処分の対象とされるとともに、3年以下の懲役または200万円以下の罰金という刑事罰を課すものとしています。税理士は税理士全体の信用や品位を損なうような行為をしてはなりません。具体的な行為としては、自己脱税、
多額かつ反職業倫理的な申告漏れ、調査妨害、名義貸し、業務懈怠、預かり納税資金の自己流用などが挙げられます。これらの行為は、戒告2年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止の懲戒処分の対象となります。この義務も税理士法人に準用されます。この規定は平成26年、2014年の法改正で新設されました。税理士が法第52条または法第53条に違反する非税理士に自己の名義を利用させてはならないとするものです。これは税理士制度の趣旨が逸脱されることを防ぐためのもので、弁護士法など他の私業法にも類似の規定があります。違反した場合、税理士業務の禁止または2年以内の税理士業務の停止という懲戒処分の対象とされるとともに、2年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰を科すものとしています。税理士は正当な理由なく、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたり、不正に利用したりしてはなりません。この守秘義務は、税理士で亡くなった後も同様に課せられます。秘密とは、依頼人の陳述や税理士自身の判断で知り得た一般に知られていない事項や、関係者が口外を禁じた事項を指します。正当な理由とは、本人の許諾または法令に基づく義務がある場合です。違反した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金、および2年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止の懲戒処分が課されます。この義務は、税理士の使用人その他の従業者にも適用されます。税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければなりません。これは平成13年、2001年に努力義務として明記されました。法令上は努力義務ですが、日本税理士会連合会の快則では、研修の受講が義務化されており、年間36時間以上と具体的な受講時間が定められています。これは、高度化複雑化する経済社会に対応し、納税者のニーズに応える信頼される税理士制度を確立するための取り組みと位置づけられています。税理士は税理士業務に関して、委嘱者別に1件ごとに税務代理、税務書類の作成、または税務相談の内容とその経緯を記載した帳簿を作成し、閉鎖後5年間保存する義務があります。この帳簿は、複雑な業務の管理や事後に問題が生じた際の記録として重要です。財務省令の定めるところにより、電磁的記録での作成も認められています。この義務違反は、法第46条に基づく一般の懲戒処分の対象となり得ます。税理士は税理士業務を行うために使用人その他の事業者を使用する場合、当該使用人等が税理士業務の適正な遂行に支障がないよう適切に監督しなければなりません。この義務は、税理士の使命である納税義務の適正な実現を達成するために不可欠です。監督義務違反は、法第46条に基づく一般の懲戒処分の対象となり、戒告または1年以内の税理士業務の停止処分が課されます。使用人等の不正行為を認識していた場合は、税理士自身がその不正行為を行ったものとして懲戒処分されます。税理士は、委嘱者が不正な納税回避や還付、または課税標準等の計算基礎となる事実の隠蔽仮装を行っている事実を知った場合、直ちにその是正を助言しなければなりません。この義務は、税理士法人にも準用されます。助言義務違反は、税理士が不正の事実を故意に知りながら助言を怠った場合に成立します。ただし、税理士が助言したにもかかわらず、委嘱者がそれに従わなかった場合、税理士が直ちに義務違反となるわけではありませんが、そのような状況で業務を継続することは、不申請な税務書類作成禁止違反につながる可能性があります。